とも田舎もんですけどね、この壁をお前はいつから作っとんねやと、皆さんね、そろそろ思ってる頃だと思うんですけどね、まあ実際ね、僕はね、この壁を作り出した頃に、近所にね、家の新築工事が始まったんですよね。で、この壁が完成した頃に家も完成してました。まあそんな感じでね、壮大な時間をかけながら、まあ仕事しながらやからね、まあしょうがないところはあるんですけどね、まあ、だんだんね、いろんなやらかしをしながらですけども、なんとか進んでこれました。で、まあ、前回はね、この複雑なこの柱の継ぎ足しになったのに、まあ、単純な計算ミスのせいで、大失敗になったわけですけども、まあ、なんやかん言いながらね、だんだんとこう壁が埋まってきたんで、ちょっとずつ、部屋は暖かくなってるという、そんな感じですよね。で、今回何をするかっていうと、ここにドアをね、つけていくので、上段ですね、高さだいたいこれぐらいかなって感じで印をつけていきます。で、いつも通りね、シグマのレーダーレベルですね。これがあると本当にね、僕みたいな適当人間がやっても大体正確にできるんでね、ほんと助かってますよ。で、使う木材はバイト先の裏に落ちていたこの木材。給料だけでは満足しない自分がね、本当に浅ましいなって思う時もたまにはあるんですけどね。まあちょっと微調整は必要やろうけど、割と綺麗にできたね。そしてこの反対側。ちょっとこっちも微調整は必要やろうけど、綺麗に。映像で見返したらそんなに綺麗かっていう感じはするんですけどね。それでもね、自分なりにはできたかなっていう感じですよ。という感じで板もね、一応磨いて、ここ最後ね、微調整して、いざはめていきます。これまでね、柱で散々手こずったんで逆に簡単に感じましたよ。とはいっても結構ボコボコにはやってるんですけどね。で、この上に板でね、穴を塞いでいきます。こんな感じでとりあえずね、上段はまりまして、あとはですね、ドアを作っていくんですけども、ちょっとね、揃った、木材がね、数がなかったんで、久しぶりにね、ホームセンターへ買いに行ってきましたよ。なんかめっちゃ高くなっとるっすね、やっぱりね。びっくりしたわ、本当に。そんな感じでぼやきながらですけどね、ドアを作っていきます。で、どういう風に作るかっていうので、ね、特に考えてなくて、作りながら考えるっていうね、いつも通りの感じでやってます。で、問題なのがね、この柱ですよね。左側のやつがちょっと丸いんでね、なかなかうまいことね、入らないんで、ちょっとグラインダーで微調整を重ねるっていう感じでしたね。で、とりあえずなんとか入ったっていう感じでね、ここに蝶つがいつけていきます。一番上、ここなんかもう、ほぼ何もせんでも、と思うんですよね。掘らんでいいぐらいと思うな。ちょっときついか。ちょうどここに隙間あるやんってことでね、蝶つがいはこっちかなとかいう、そんな無茶苦茶なノリで考えてるんですけどね。そういう時もこのレーザーレベルがあると、大体この辺が正確な位置かなっていうのは簡単に出せるんで、本当に、ね、便利ですよ。Amazon のね、アフィリエイトリンクを説明欄に貼っておきます。そしてこれまたね、どっかから拾ってきたペンキ缶と蝶つがい。最近ね、ほんとね、引き寄せの法則かな。ゴミが集まってくるっすからね。これでちょっと蝶つがいをね、やってたら、こう、ガラスを作るといいかなってね、あたりを見渡したらガラス落ちてるんですよね。で、このガラス何やったかなと思ったらね、以前この西側の物置ですね、これまたね、関連動画の説明欄に貼っときますけども、多分この辺から出てきたね、この建具のガラスだけ多分切って置いとったやつちゃうかなと思うんですよね。
で、これを合わせてみると、あらびっくり、ちょうどやないかと。これを、ね、使っていこうと思います。最近ね、ゴミが語りかけてくるんですよね。わしを使ってくれって言ってるんですよね、このガラスが。進める前に、ちょっとここにね、開閉装置をなんかちょっと作っておきたいところですよね。別にね、狙ってこの形にしたわけじゃないんですよ。回るんやけど、回る意味は別にないっていう。なんか速攻ね、折れるっていうか、やってる時に一回折れたんですけどね、この枝ね。でも個人的にはね、家から出ずにこれ作れたんで、なんか満足してるんですよね。で、あとはね、ひたすら板張ってきます。だいぶゴミがね、溜まってきたから、こういうの使いたいですよね。結局いつも通りの、またパズルをするっていうね。心のどっかでは、パズルが好きなんやろね。そんな感じで、ね、別に見つめる必要もない自分自身を見つめながらね、このパズルをね、一生懸命組み立てていきます。これやってる時に思ったのは、なんか SDGs とかいろいろ言われてるけど、結局ね、ゴミを出すのがめんどくさいとかね、ゴミを燃やすのがめんどくさいとか、そういうところでええんちゃうかなとかね、そんなことを思いながらね、一生懸命パズルを夜な夜な作ってきましたよ。完全に作業に没頭してね、気がついた時に一体これはなんじゃこりゃと自分で思いましたけどね。で、裏から見たら隙間だらけでこれどうすんのと思ってね、とりあえずわからないんで、物置を掃除しました。で、物置掃除してたらね、包装紙でできたんで、包装紙でええかと思って包装紙を貼ることにしました。とりあえず風防げたらいいかなって思ってね、こんな感じでやってますけども、そんで裏側ですね、その辺に転がっているこのカネライトフォームでしたっけ、これをね、バーッと詰めていきました。ほんと貧乏症なんでね、もう半端なやつ、これをね、詰め込まずには入れないなと思ってね。どっかで見たことあるなと思ったら。どっかで見たなと思ったらね、真横にお手本ありましたわ。そしてこのね、均一じゃない隙間のこの蝶つがいとの間でね、これはもうしょうがないんで、市販の隙間埋めテープですね、これを入れときました。これで結構ね、風はね、マシになりましたけどね。とりあえず、その辺に転がってるやつね、この辺のやつを使おうかなと。で、これはドア枠まではいかないんですけど、ドアを閉めるときに閉めやすいようにね、当たるように
で、ちょっと風防げるにって感じで、まあこれも大体な感じで止めときました。てかね、まあなんでこんな大体かっていうと、もうほぼほぼね、春がやってきたって感じなんですよね。ということでね、長々とこの物置のね、壁の話してきましたけど、最後ガラスを拭いて完成ということです。で、これは狙ってなかったんですけどね、ちょうどこのガラスに友達にもらったこの電球と薪ストーブの炎、これがね、映るんすよね。で、なんかこの光景ね、見たことあるなってね、なんとなくね、脳内で見たいな、なんか無意識にそれを作るように、なんか仕向けられとったんかなとかね、まあそんなことを思いながら、今年の冬もなんとか過ごすことができました。まあそんな感じで、この壁を作る合間にね、薪集めに行ったり、庭のこのもみじの木ですね、この辺をちょっと整理してみたり、まあいろいろとね、やってたんですよね。そしてこの裏庭ですね、まあこんな感じで、ね、今ちょっと薪がいっぱいって感じでね、この辺のまあ薪割り動画とかもしかしたらサブチャンネルの方に上げるかもわかんないです。サブチャンネルの URL は説明欄に貼っておきます。まあそんな感じで結構まあ冬場いろいろ働いたなって感じなんで、ちょっとしばらくね、薪と付き合いながらちょっとのんびりね、まあ春を堪能しようかなって感じで、動画の方はちょっとゆっくりになると思うんですけど、まあまたね、皆さんいつかお会いしましょうということで、これまでありがとうございました。